そらく古道を歩いています。妙高寺に着きました。あなたのチャンネル登録が旅の始まりです。さあ、新しい景色へ。創建が652年、1400年近い歴史のある寺だそうです。このお寺に日蓮が1282年に立ち寄って宿泊したとか。その縁で天台宗だったお寺が日蓮宗に宗派替えをしたそうです。バズ観音は旧街道沿いによく見るが、トン供養は初めて見るな。牛馬豚の供養碑揃い踏み。日蓮上人像。写ってないけど神奈川県重要文化財の鎌倉時代制作の梵鐘があります。老婆坂を歩いています。深見城主山田恵光の設けた老婆のあった坂、室町時代の1450年頃に設けられたようです。庶民がきちんとしたお墓をお寺などに建てるようになったのは江戸時代になってから。それ以前は村脇の共同墓地などに埋めていたようです。それがこういった外れた場所なのでしょうね。階段の上にお墓か史跡でもあるようです。道脇に五輪塔があるという埋葬地だね。白い壁が見えてきましたね。旧上瀬屋通信施設です。旧日本軍の基地を米軍が占領して返還されたところです。現在花博の会場として工事中ですかね。この辺の地価も上がってそう。航空図見ると広大な田畑ですね。横浜なのにね。米軍の基地がなかったらここも開発されて住宅地だったことでしょうが。
土地が浦島太郎状態。中見えないな、草原だろうけど。勝運の神様。ご利益なんて証明できないんだから言ったもん勝ちだよね。着きました。総州瀬や若宮八幡宮です。こちらも1558年頃の創建だったそうです。当時のこの辺りの大工は寺や神社ばっか作ってたのか、東名高速道路の工事の影響でこの地に移転してきたそうです。もともとはパチンコ屋がある辺りにあったそうな。勝運、まさに近隣のパチンコ屋の客がお参りに競う。
では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。あなたのチャンネル登録が次の旅の力です。いいねも応援になります。東名高速道路のトンネルをくぐると、そこは暗黒地帯の大和市。千と千尋の神隠しみたいな感じ。ここはパチンコ屋、施設の賭博場、